今日から3月ということで、毎月恒例の3月のスケジュールデコと3月にやりたいことリストを考えていきます。最近やっとポカポカ暖かくなってきて、寒いのが苦手な私にとってはすごい嬉しいことですね。お風呂上がりの寒さをそこまで感じなくなったっていうだけでもめちゃくちゃ嬉しいです。あと昨日ベランダに出たら足元に桜の花びらが落ちてて、近くに桜の木があるんだけど、その花びらが風に吹かれてここまで来たんだなって思うとほっこりしました。先にスケジュールデコからしようかな。先月2月はバレンタインデーがあったからチョコレートっぽい雰囲気のデコにしたんだけど、今月はね、淡い色のページにしようと思って前にダイソーで買ったデザインペーパーを使ってデコしていきます。こんな感じで使い方いろいろって書かれてる。手帳デコに使ったりとか、ギフトに使ったり、あとはインテリアにも使えるみたい。ラッピングにも良さそうな紙が入ってます。あ、これめっちゃ可愛い。愛媛の時の旅行日記で使いたかったな、これ。ちょっと大きめのサイズのも入ってます。いちご柄めっちゃ可愛い。いちごにします。そしてそのまま収納しちゃおう。このチェリーのはやりたいことリストのページに貼ろうと思います。2月は28日までだったからあっという間でしたね。これをカットしていく。今切り取った細長い形の紙を貼り付けていきます。4月に旅行に行くことが決まってるんだけど、まず最初に台湾に行くんですよ。久々の台湾で、私人生で一度だけ台湾に行ったことがあって、それが高校1年生くらいの時かな。学校のプログラムで台湾に行ってホームステイしようっていうものがあって、それに行きたい参加者は応募したら誰でも行けるんだけどね。もう15年前くらいになるのか。時の流れは早い。台湾に行って帰ってきた2週間後には北海道に行くことになりました。北海道も久々だからめっちゃ楽しみ。最後に行ったのが小学生の時くらいなので、台湾よりも月日が経ってる。まだちゃんと行きたいところしっかり調べられてないから調べないといけないね。日付間違えちゃった。修正テープ使います。よいしょ。だから3月はそれに向けて旅行の準備をしたりとか、体調も崩さないように気をつけないと。3月20日が春分の日でお休み。3月3日がひな祭り。ちらし寿司でも作ろうかな。3月は31日までですね。日付は書きました。赤色のインクの出が急に悪くなっちゃって字がめっちゃ汚くなったけど、まあ読めるから大丈夫。すでに予定が決まってる日は女の子のシールを1人ずつカットして貼っていきます。何個か前のやらかしたっていうタイトルの動画のコメントで、3月にある上白に行きますかっていうコメントがあったんだけど、行く予定ではあるんだけど急に行けなくなったりとかもする可能性があります。今月は確定申告の提出をしないといけないから、それが終わり次第行くか行かないかを決めようと思ってます。毎年この時期はね、忙しくなりがちなんだけど、でもその確定申告さえ終われば時間に余裕はあるかな。毎回上白行けるかなって思っても結局行ってるから、今回も多分行けるんじゃないかなって思ってます。マスに女の子が収まってるのめっちゃ可愛いですよね。To do を書く欄には丸いシールを貼っていきます。いつもだったらこの縦の欄に書いてるんだけど、今日は紙を貼っちゃったので横の欄に書けるようにしておきます。
ちょっと小さめのシールにしようかな。丸いシールって本当にいろいろ使えるから、どれだけ持ってても助かる。使わないってことがないから、こういうのはだいたいダイソーで揃えてます。右下の空いてるところにはリボンのシールを貼ることにします。3月のスケジュールデコはこんな感じです。ここが結構インパクトがあったので、隣のページはシンプルめにしました。次はやりたいことリストですね。ちなみに去年の2月のやりたいことリストを見てみると、クローゼットの収納の見直し、春らしい料理を作ってみる、週のトゥードゥリストを作成、新しいコスメを試す、紙箔を全力で楽しむ、春のお花を見に行くって書いてました。右のページには先ほどのチェリーの紙を貼って、その上にこの紙をね貼りたいんですよ。今2月をね振り返ると、体調が悪いっていうよりかはちょっとだるいなって思う日が多かったかなって思います。毎月そういう日はね何日かあるんだけど、2日ぐらいかな。だけど2月はねそれが4日ぐらい今日だるいかもなって思う日がありました。ホルモンのせいなんだけど、女性の方は毎月ホルモンに左右されるっていうことがあるじゃないですか。それが全くないっていう人もいると思うけど、私はね割とそれがないタイプだったんですよ。年々ちょっとだるくなってきてるっていうのが体感ありますね。そういう日は事前においちゃんには言って、今日ちょっと体調だるくなりそうだからって言って伝えるようにしてます。そしたらおいちゃんも今日はちょっとだるいんだなって分かってくれるから。2月のとある日は本当にやりたいことはめっちゃくちゃあるのに、どうしても体が動かないっていう日があって、その日もねおいちゃんにそれを伝えてたら、おいちゃんがいいよ今日はもう横になって休んでてって言ってくれて、それでしばらく横になってたんですよ。私その時2階のこのリビングにいて、おいちゃんは1階で仕事してたんだけど、急においちゃんからね LINE が来て、幸せだよいつもありがとうって LINE がね来てたんですよ。急にどうしたんだろうって思って、で後から聞いたら、こういう言葉はね思った時にすぐ伝えるのがいいんだよっていうのは言ってたんだけど、この LINE を見るまでは結構だるくて動けなかったんだけど、このメッセージを見たらすっごい嬉しくなって、だるさもねだんだんなくなってきて、その後やりたかったこと全部一気にできたっていうお話ですからね。お互いを気遣うっていうことが精神的にも大事だなって分かりました。なんかこういうことって思っててもなかなか言葉にできなかったりとかしがちなんだけど、みーちゃんは結構毎日愛を伝えてくれる人だから、それで私も真似して言うようにしてます。これがねずっと続けばいいんだけどね、なんかだんだん結婚生活何十年とかだったらこういうのどんどんね忘れちゃいそうだなって思ってるから、もう日頃から心がけていきたいですね。そうだから私が体調悪い時とかにおいちゃんがそうやって優しくしてくれるから、おいちゃんが体調悪い時にしっかり気遣おうって思うし、だから2月はね言葉を伝えるって大事だなって、相手に伝える言葉ってこんなにも原動力になることがあるんだなって思った月でした。そんなこんなで話しているうちにこのページが完成しました。めっちゃ可愛い。やっぱの真ん中のメモにチェリーが書かれてたから、背景のチェリーともよく合いますね。やりたいことリストの文字を書く前に貼るシールはこのシールを貼っていきます。チェリーのシールが5枚しかなくて足りなさそうなので、クマのシールも混ぜて貼っていきます。今から文字を書いていきます。やりたいことリスト書けました。
まず1つ目が本を買うって書いたんだけど、最近弟から図書カードをもらったんですよ。だからその図書カードを使って気になってる本とか、まだ何を買おうか決めてないので、本屋さんにふらっと行ってみたりしようかなって考えてます。2つ目がキッチンを整えるって書きました。去年から鍋やフライパンが一気に増えたから、ちょっとね、キッチン周りの整理もしたいし、あとは先月からまたお弁当も週に何回か作ってるので、そのお弁当グッズの見直しもしたいなって思って、キッチンを整えるって書きました。3つ目が友人に会うです。数日前にお友達から連絡が来て会うことになったので、3月はそれを楽しみに頑張りたいです。あとは確定申告を提出する。まずは確定申告の優先度を高めに処理していきます。その次、紙博に行くって書いたけど、これはまだ決定じゃないから、仮って書きました。目代わりで欲しいものをチェックする。今ちょうど目代わりの時期で、カートにいくつか商品入れたんだけど、まだ他にも見たいので、引き続きチェックしていきます。で、次がミモザを飾るって書きました。3月の8日に国際女性デーっていう日があって、その日はね、女性に感謝を伝えるっていう日らしくて、そのことを去年おいちゃんにこういう日があるらしいよっていうのをね、話したんですよ。そしたら、その日にね、お花をプレゼントしてくれて、今サイトを見ながら話してるんだけど、ミモザの花をプレゼントするみたいです。女性に感謝を伝える印にミモザの花をプレゼントするもの。ヨーロッパでは黄色は厳しい冬を乗り越え、暖かな春の訪れを告げる色であることから、ミモザは幸せの花と呼ばれています。いつも頑張っている女性に幸せを運ぶという意味でプレゼントをするととてもロマンチックですよねって書かれてます。なので今年の3月8日もお部屋にミモザの花を飾りたいです。最後にサブスクの見直しって書いたんだけど、私ね、いろいろサブスクに入ってるんだけど、あれこれいらないかもっていうのがいくつかあって、私がずっと書いてたブログがあるんだけど、もうブログを解約してノートに移行しようと思ってるから、そのブログで毎月ではないけど年単位で払ってたサーバー代とかそういうのを一気に解約しようと思ってます。サブスクってずっと入ってるから必要なものだと思ってたけど、意外とこれいらないかもって思うものがたびたび出てくるから、定期的にサブスクの見直しを行おうって決めました。こんな感じで3月にやりたいことリストは以上です。本日もご視聴いただきありがとうございました。